everyone. Hola a todos. 여러분 안녕하세요.皆さんこんにちは。ユーミンです。今日はポールダンスのステージ上で起きてしまうハプニング、ポロリについてお話ししていきたいと思います。私がポールダンスを始めたのは約10年ぐらい前になるんですけれども、その中でいろんなイベントですね、ステージとかにも出てきましたけれども、どうしても衣装が取れてしまうということはあるんですね。自分が実際に取れてしまった経験もありますし、他のダンサーさんがステージ上で踊っていて衣装が取れてしまったというようなことも何度か見たことありますので、そちらについてお話ししていきたいと思います。まずはどんな時にそういったことが起きてしまうのか、衣装が取れてしまうことがあるのかについてお話ししますけれども、まず1つ目は練習中ですね。レッスンも含めて見えてしまうことがあります。動きやすい服装で練習しますので、基本的にはスポーツブラをつけるんですけれども、逆さまになった時っていうのは重力が逆転しますので、特にバストの形というのは非常に変わりやすいのかなと思います。通常立っている時にはバストは下にこう丸みを帯びますけれども、逆さまになった時ですね、バストが逆に上側に脂肪が詰まってくるので、結構胸元が開いているような、そういった際どいウェアを着て練習しているとバストトップが見えてしまうというのがたまにあります。それとは別にステージ上でショーとして踊っている最中に衣装が取れてしまう、はみ出てしまうということもやはりあるんですね。実際に私が体験したり見たりしたそのステージ上でのポロリですね、こちらについてお話ししたいと思います。正直なところ最近ほとんど見ないです。コロナ禍もあって私がイベントに行く機会がなくなってしまったということもあるんですけれども、結構昔はですね、何度か見ました。私が見てきた中で言うと、ダンサーさんは踊りに集中しているのでポロリをしてしまったとしても、本人は気づかずにそのまま踊っているというような状況が何度かありました。なのでそういった状態になったら、他のダンサーさんとかスタッフの方がタオルを投げて教えていたんですね。その時まだ私はポロリとかしたことなかったんですけれども、もし自分がそういった人前で踊っている時にどこからかタオルか何か飛び込んできたら、自分が何かしらはみ出しているというかポロリをしているというふうに気づかなきゃいけないなと感じていました。今日この動画をご覧いただいている方の中でポールダンスをしているという方がいらっしゃれば、ぜひちょっと事前にこういったリスクがあるんだということを覚えておいていただければと思います。私自身はこれまでの10年間の中で本番のステージ上で何かいけないものを露出してしまった、見せてしまったということはないんですけれども、あるとしたら下のパンツですね。パンツが紐でくくるタイプで、要はビキニの紐パンだったんですね。その紐が取れてしまうということはありました。そしてその下に履いていたアンダーが見えてしまうというハプニングがあったんですけれども、その時は落ち着いてくくり直しました。このように練習の時もありますし、本番のステージ上でもどんな時でもウェアとか衣装が取れてしまうというリスクはやはりあると思うんですけれども、じゃあ事前にどのような対策をしているのかということについてもお話ししていきたいと思います。ちょっと先ほどもお話ししましたけれども、基本的に衣装の下にはアンダーとかを着ています。パンツだとアンダーのパンツがあるんですけれども、アンダーで着用するものは非常に面積の小さいものをですね着用します。ですので最初結構気になっていた時にはアンダー含めてパンツは3枚とか4枚とか履いていました。もうアンダーとなるパンツの紐の部分とか丸見えてもいいようなものを履いてステージとかにも出ていたんですけれども、上のトップスについては結構厄介で、例えばヌーブラとかをつけた場合というのは
ポールダンスってやはりスポーツなので非常に激しい運動なんですね。汗をすごくかきます。その汗をかいた時にヌーブラがどうなるかというと、やっぱり汗で外れてしまうんですね。そのためヌーブラをつける時というのは本番の直前にきっちりとつけたりします。それまではつけないか、つけていたとしても汗をかくたびに肌をちゃんときれいに拭いてヌーブラが外れないようにしておくとか、そういったことをするんですけれども、基本的には本番直前でつけるのが一番ベストかなと思います。リハーサルとか直前の軽い練習とかでもやっぱり汗をかいてしまうので、その汗をかいて汗が引いた後にちゃんと体を拭いて、そしてヌーブラを装着して、そして本番のステージに出るというのが、私なりの方法になります。ヌーブラをつけられないような衣装の時にはバストトップに肌色のテーピングを貼っています。私はそのテーピングを持ち歩いていて、ちょっと青タンができてしまったとか、結構皮膚をすりむいてしまうというようなこともあるので、そういった時の応急対策としてテーピングというのは、練習も本番も持ち歩いています。ビキニのラインがこのようにあったら、このラインに合わせてテーピングを貼ることできるので、結構自由にカスタマイズできると思うんですけれども、ずっとこれを貼り続けていると私はかぶれてしまうんですね。バストトップというのは皮膚が非常に薄いと思うので、本番が終わったらすぐにテーピングを外すことをおすすめします。女性の皆さんにちょっとお伝えしておきますけれども、別にダンサーさんじゃなくてもですね、ちょっと服を着る時にちょっとバストトップが見えそうという時には、ヌーブラを使えない時にはテーピングはすごいおすすめなんですね。あとアンダーなんですけれども、ちょっと何かビキニの端が引っかかって自分の大事なところが一瞬めくれてしまうとか、そういったこともあると思うんですよね。ポールダンスというのはこのポール上でいろんな体勢を変えていってさまざまなトリックを繰り返していくんですけれども、ポールに登っている時にはやはり常に危険性が伴います。何かめくれたからといってすぐに手を外してそこを直すということができないので、安全な状態になるまでもう見せてしまうしかないんです。でそこで怪我をしてしまうと致命傷となることもありますので、やはり安全第一で行うしかないんですね。大会とかでいうとその女性の局部の部分が見えてしまうと減点になるんですね。もちろんなんですけれども、そういったこともありますので、一瞬でもめくれることがないように練習したりだとか、衣装が緩くないかということも事前にチェックをしてもらって、必要であればアンダーを重ね履きするとか、そしてあとは衣装の対策だけではなくって自分自身もアンダーヘアの脱毛とか、脱毛が間に合ってない方は剃るとか、そういった対策は必要だと思います。ちなみに私は他の動画でお話ししていますけれども、ハイジニーナなのでもう基本的にアンダーヘアは一切ないです。そこの心配は人よりはないのかなと思うんですけれども、ポールダンス、他のジャンルのダンス、新体操とかバレエだったりだとか、バレエはタイツを履きますけれども、他でもやっぱりこのアンダーの対策ってされてると思うんですよね。皆さんおそらくノーヘアで行ってると思います。今後何度もこういったステージに出る機会があるという方は、ぜひ永久脱毛とかも考えてみてもいいのかなと思います。アンダーヘアの脱毛についてなんですけれども、別の動画で詳しくお話ししてますけれども、衛生面的にも非常に清潔に生活ができますし、ダンサーさんじゃなくても考えてみていただいてもいいのかなと思います。だいたいステージというのはこの曲でこの振り付けで踊ろうというのは決めているので、途中で何かハプニングがあって自分のダンスが中断してしまうと
ポールダンスの場合にはこのサビのところでもうポールに登っていてこんなトリックをしているというような状態に入っていることもあるので、臨機応変に他の振り付けでいこうということで頭を切り替えて踊らないといけません。そういった時にはいろいろ何を踊ろうというふうに考えているような時間はないので、瞬時に得意なこのルーティンで雰囲気が合うようなものがあればそれを踊っていくんですけれども、そういった状況になったとしてもお客さんに対する笑顔だったりこの表情だったりっていうのはなるべく変えないで、自分が今どうしよう困っている恥ずかしいとかっていう顔をしているとその気持ちが伝わってしまってお客さんももう頑張れ頑張れというようなそういった気持ちになっちゃうので、そうではなくってエンターテイナーとしてそのステージ上でお客様を楽しませるというようなショーに出ているので、なるべくそういったことが起きても臨機応変にできるように練習しておく必要もあると思います。あくまでそのお金を払ってそのステージを見に来ている方がいる限り、自分は普段どんな仕事をしていようとエンターテイナーであるということを忘れずに、もう堂々とそれはお客様を楽しませるということを忘れずに、ちゃんと直すところは直して、そして続きのショーを始めていただければと思います。ポロリをしてしまうということは、仕方がないことだと思うんですけれども、これをですね 100% 防ぐ方法ってないと思うので、イベント当日の対策としては撮影許可をしないということもありだと思います。私の場合は自分が知っているカメラマンさん以外の撮影許可は基本的には OK にはしていないです。自分が知らない方ですね、お客さんとして見に来ている方の撮影は基本的に許可をしません。それでも勝手に撮影されることはあるんですけれども、それはですね会場の雰囲気に合わせて MC の方からスピーチをしてもらうなどして、撮らないようにというアナウンスをしています。カメラマンさんはですね非常に高精度のカメラで美しく撮ってくれるので、そういった意味で許可をしていますし、もし万が一露出したとしてもですね、ミスがあったとしても元から自分が知っているカメラマンさんになりますので、その辺はちゃんと削除してくださいというようなお願いができる中の方ですね、その方に限定して撮影の許可をしています。なので皆さんも可能であればですね、アナウンスができるようなイベントであれば、おすすめとしてはいろんなリスクを避けるために撮影許可はしない方がいいんじゃないのかなと思います。これはポールダンスをしているしていないに限らず他でもそうですね。ベストボディジャパンの中でセクシーボディジャパンというのがありましたけれども、あれもですね結構激しい動きをビキニでしていくので、結構何かハプニングが起きるんじゃないのかなというような、そういった衣装を着られている方もいらっしゃったんですけれども、お客さんがですねその後イベント終了後に SNS 上にその動画を編集してアップしているのもいくつか見ました。なのでもしポロリをしてしまった場合というのは、全く知らない方がそういった SNS を使って拡散してしまうというような、そういったリスクもあるので、ちょっとそこはですね自分を守るしかないので、そういったアナウンスを一度検討しておく必要があると思います。そして皆さんがお客さんとしてポールダンスなどですね、他のイベントでも構いませんけれども見る機会があって、そのステージ上でもしポロリなどをしてしまった場合には、やはりダンサーさんって結構傷ついてしまいますし、精神的にダメージも強いと思うんですね。なので、その動画については削除のお願い、写真も含めてですねお願いのアナウンスが出ると思うんですけれども、速やかに削除ですね、完全に削除していただきたいと思いますし、もちろんですがこの SNS 上などで拡散するのはやめていただければなと思います。これはポロリ対策というのもあるんですけれども、ポロリをしているしていないにかかわらず、なんかアスリートの女性の悩みに共通するかもしれないんですが、一応スポーツをしているので、その力を入れて頑張っているどうしようもない顔、一瞬のその顔を撮られたりだとか、あとは自分のボディラインの嫌なところを勝手に撮られて
SNS にアップされるというのもあまり嬉しくないので、そういった意味もありますので私は許可をしていません。自分を守るためということで今お話ししましたけれども、もう一つ違う本音としては、あまりポールダンスとか見たことがない方というのは興奮してやっぱりカメラに収めたい、録画したい、撮影したいって思われるかもしれないんですけれども、ダンサーの私としては生でこのステージを見てほしいと思います。やはり踊っている私としてもお客さん一人一人の顔も見るんですね。目が合えばその人と目を合わせて踊れたりすることもあります。ですけどカメラ越しに見ているとやはり本気でそのパワーが伝わらないし、感動してほしいなというシーンでそういった気持ちが届かないので、できれば、撮影が OK な条件であれば固定して撮影していただいて、本当にこの生のステージを自分の目で見て、そしていろいろと感じてほしいなと思っているので、お客さん、ダンサーさんそれぞれ考え方違うと思うんですけれども、スポーツってそういうものなのかなと思います。他のスポーツでもカメラ越しで見ているとちょっとあまり自分もあまり感動しなかったりすることも私はあるんですけれども、そういったことがないように2回と繰り返すようなものではないので、生で自分の目でしっかりと見て、そして感じていただければなと思います。撮影に慣れてない方が撮影したところでなんですけれども、結構ポールダンスって高速回転もするので、まず写真については高性能のカメラでないとほぼブレています。たくさん機敏に動くスポーツなので、なかなかバッチリとスマートフォンとかで撮影するというのはできないんじゃないのかなと思います。私たちは見ていて、次にこういう動きだから絶対このような動きに入るということが予測できるので、ここで一瞬止まるだろうなっていう瞬間を見越して撮影することはできるんですけれども、素人さんってそれが読めないと思うので、写真撮影はまず難しいと思います。もし撮影するのであればおすすめとしては動画の方がいいのかなと思います。ただ先ほどお伝えした通りですね、ダンサーさんとしては勝手に撮られるという行為について嬉しいと思われる方とそうでない方もいらっしゃいますし、今日お話ししているように、もし万が一衣装に何かトラブルがあったりだとか、自分が撮られてほしくないような部分をですね撮られるというのはあまり嬉しくないと思うので、ダンサーさん本人からお願いされた時以外を除いては、撮影しない方がいいのかなとそう思っています。いかがだったでしょうか。今日はポールダンスをベースにお話をさせていただきましたけれども、衣装が取れてしまうようなハプニングですね、ポロリをしてしまうこともあるので、そういった時の対応策だったり、どんな時にどういったことでポロリをしてしまうのかということについてお話をさせていただきました。今日の動画が面白かった、非常に参考になったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。See you! チャオ! アンニョン!